破壊イノベーションという言葉を聞いたことがある方は多いかもしれません。でも、その裏側にはとても不思議な矛盾が隠れています。今日は、企業がどうやって生き残り、次の時代へ進むべきかについてお話しします。まず、ハーバード大学のクリステンセン教授が唱えたイノベーターズジレンマという考え方について見ていきましょう。これは、とても衝撃な問いから始まります。なぜ、しっかり管理されている優秀な会社ほど失敗しやすいのか。その答えは、優れた経営手法そのものが罠になるからです。多くの会社は、今のお客さんの声に耳を傾け、今の製品をさらに良くすることに力を注ぎます。これを持続技術と呼びます。例えば、スマートフォンのカメラが毎年少しずつきれいになっていくような改良のことです。しかし、その一方で、性能は低いけれど、価格が安かったり使い勝手が良かったりする。全く新しい価値を持つ技術が現れます。これが破壊技術です。破壊技術は、最初は性能が低いため、メインのお客さんには相手にされません。ですが、安い価格で提供する低エンド破壊や、今まで誰も使っていなかった層を狙う新市場破壊という形で、静かに広がっていきます。ここで怖いのが、お客さん中心の経営の限界です。会社は、お客さんの言うことを聞くのが正解だと思い込んでいます。しかし、破壊技術は、お客さん自身がまだ気づいていない、欲しがってもいない領域にあります。つまり、今の要望に応えるだけでは、新しい時代の波には乗れないということです。このジレンマを乗り越えるには、会社の中に自由な独立チームを作ることが大切です。親会社の厳しいルールや利益の目標に縛られず、リスクを取って新しい挑戦ができる場所があれば、破壊イノベーションの芽を育てることができます。次に、なぜ組織が変われないのかを分析する RPV フレームワークという考え方を紹介します。これは、資源、プロセス、価値体系という3つの軸で考えます。まず資源です。お金や優秀な人は、今の稼ぎ頭である事業に集まりやすく、新しい分野には流れにくいものです。次にプロセスです。過去に成功したやり方に慣れているため、不確実な新しいプロジェクトへの決め方がわかりません。そして価値体系です。短期な利益や市場の大きさを重視する評価基準があると、最初は利益が少ない新しい技術への投資は後回しにされてしまいます。つまり、怠けているのではなく、組織の仕組みそのものが変化を拒んでいるのです。実際の例で考えてみましょう。映像配信の世界です。昔はビデオテープや DVD のレンタルが当たり前でした。そこにネットフリックスが郵送レンタルという新しい方法で参入しました。その後、ネットで動画を見るストリーミング技術が広がると、彼らは大胆にオンライン配信へ切り替え、自分たちで番組を作るまでになりました。今のやり方を捨てて、新しい価値を追い求めた成功例です。一方で、ブロックバスターという会社は、お店の利益にこだわりすぎてチャンスを逃し、市場から消えてしまいました。写真の世界でも同じことが起きました。世界初のデジタルカメラは、1975年にコダック社の社員によって発明されました。しかし、コダックはフィルム事業でたくさん稼いでいたため、デジタル化への転換をためらいました。お客さんがフィルムの品質に満足していたため、その声に頼りすぎた結果、2012年に破産することになったのです。ソフトウェアの世界でも面白い例があります。アドビは、ソフトを切り売りする形式から、2013年に月額料金を払うサブスクリプション形式へ完全に切り替えました。最初はユーザーから反発もありましたが、結果として安定した収益を得ることができ、他社との差別化に成功しました。これは、会社の価値観を根本から変えることで、古い習慣を乗り越えた例です。また、デジタル変革は単なる技術の導入だけではありません。Amazon やアリババ、Google、Facebook のようなプラットフォーム戦略が競争のルールを変えました。彼らはインターネットやクラウド、AI といった技術を使い、売り手と買い手を結びつける大きな仕組みを作りました。一度この仕組みが広がると、
さらに便利になり、後から参入する会社は太刀打ちできなくなります。無料で基本機能を提供し、特別な機能でお金を稼ぐフリーミアムというモデルも、新しい市場を作る典型な手法です。しかし、こうした巨大なプラットフォームでさえ、破壊される可能性があります。生成系 AI や自律型ロボットが進化し、新しい価値が生まれています。そのため、今のプラットフォーム企業も、自分たちのビジネスモデルを考え直さなければなりません。AI に積極に投資し、研究開発を進めることで、将来の脅威に備えようとしています。ここで、技術が広がる流れについても触れておきましょう。新しい技術は、まず一部の熱狂な人たちに受け入れられ、徐々に多くの人へと広がります。この途中に、深い溝のようなギャップが存在します。この溝を飛び越えることが、新市場を勝ち取る鍵になります。最初はニッチな層を狙い、時間をかけて品質を高めていくのです。スマートフォンも、最初は高価で一部の人しか使えませんでしたが、安いモデルが増えたことで、世界中の通信手段を変えました。また、安い製品が下から市場を飲み込んでいく低エンド破壊も重要です。大企業が高い商品に集中している隙に、シンプルで安い製品が浸透し、気づいた時にはシェアを奪われてしまいます。昔、個人向けコンピュータが普及した時、DEC や IBM のような大手が、安いコンピュータの需要に対応できず、市場から退場していったのがまさにこのパターンです。このように、破壊イノベーションは、会社の仕組み、周りの環境、そして市場の3つが絡み合って起こります。では、どうすればこの罠を避けられるのでしょうか。3つの方法があります。1つ目は、スピンオフや独立子会社を作ることです。親会社とは別の評価基準を持つ組織を作り、新しい技術開発に専念させます。Google がアルファベットという会社に再編し、検索事業と新しい挑戦を分けたのが良い例です。2つ目は、他の会社を買収して新しい力を取り入れることです。マイクロソフトがリンクトインや GitHub を買収したように、外のスタートアップを取り込むことで、社内の古い習慣に邪魔されず、素早く新しい市場に入ることができます。3つ目は、組織の文化と価値観を根本から変えることです。短期な利益ではなく、長期な価値を重視する評価制度に変え、失敗を恐れずに実験する精神を育てます。Adobe がサブスクリプションへ移行した際の社内教育などが、その成功を後押ししました。さて、2026年以降の未来はどうなるでしょうか。AI とデータ分析がさらに進化すれば、会社は市場の変化をリアルタイムで察知し、自動に最適な判断ができるようになります。これにより、今の製品を良くすることと、新しい破壊技術を開発することを同時に行う、双方向破壊が可能になるでしょう。AI が、まだ誰も気づいていないお客さんの潜在な願いを予測し、製品のアイデアを自動で作る時代が来るかもしれません。また、一社だけで頑張るのではなく、パートナー企業や大学、研究機関と連携するエコシステム戦略がますます重要になります。外部の斬新なアイデアを柔軟に取り入れることで、リスクを分散し、スピードを上げることができます。さらに、環境や社会への配慮、いわゆる ESG とイノベーションの融合が進みます。物を大切に使い回す循環型経済のようなビジネスは、単なるコスト削減ではなく、新しい価値として市場を再定義します。これは、価格競争を超えた新しい競争の軸となるでしょう。最後に、生き残るための心構えをまとめます。まず、過去の成功を信じすぎず、常に変化に敏感であること。次に、社内に自由に実験できるチームを作り、失敗から学ぶ文化を根付かせること。そして、短期な利益よりも、長期なお客さんの価値を大切にする仕組みを作ることです。これらを実践すれば、波に飲み込まれるのではなく、自らが波を起こす存在になれるはずです。ここからは、破壊イノベーションが実際に組織にどのような影響を与えたか、さらに詳しく見ていきましょう。1970年代後半のパーソナルコンピュータ市場の話です。
当時は巨大なメインフレームやミニコンピュータが主流で、大企業は高性能で高価な機械を売っていました。しかし、家庭用の安い機械が登場したことで、それまでとは違う趣味や教育で使いたいという新しい需要が生まれました。特に、ある日本のスタートアップが作った安い8ビットマシンは、最初は趣味の範囲でしたが、次第に事務所の簡単な仕事にも使われるようになり、結果として大企業の売上構造を揺るがすことになったのです。ある大きな変化が起きました。それは、これまでの常識を根本から揺さぶる出来事でした。ここで起きたのは、昔からある大きな会社が、自分たちが持っている設備ややり方、そして大切にしてきた価値観にこだわりすぎてしまったことです。その結果、新しく現れた勢いのいい会社が持つ、素早い決断力に対抗できなくなってしまいました。次に、2000年代の初め、携帯電話の世界で起きた変化を見てみましょう。当時の日本では、通信会社が提供する多機能な携帯電話が当たり前でした。しかし、海外で安価なスマートフォンが急激に広まったことで、日本でも安いモデルが登場し始めました。これにより、通信会社は単に端末を売るのではなく、サービスを提供するというビジネスのやり方に変えざるを得なくなりました。料金プランをいろいろに分けたり、データの通信量を無制限にしたりと、新しい価値を作る動きが加速したのです。そんな中、ある大手会社は社内にデジタル実験部隊という特別なチームを作りました。ここでは、短い期間でたくさんの挑戦をし、失敗してもいいというルールを決めました。その結果、独自のアプリの仕組みが出来上がり、お客さんの信頼を高めることができました。同時に、新しく現れたインターネット企業とも戦える強い基盤を築いたのです。医療の世界でも、常識を覆す技術が広がっています。遺伝子を書き換える技術や、遠くから診断する仕組みは、これまでの病院中心の仕組みを変える力を持っています。あるベンチャー企業は、クラウドを使って患者さんのデータを匿名にして解析するサービスを始めました。これにより、地方の小さな診療所でも、高度な診断のサポートが受けられるようになりました。最初は制度や法律の壁が心配されましたが、何度も試験を繰り返し、国の機関と協力することで信頼を得ました。ついには、国の医療政策に取り入れられるまでになったのです。ここで大切なのは、既存の病院が自分たちのやり方を見直し、外の技術パートナーと一緒に新しいものを作ろうとする姿勢を持ったことです。製造業でも、スマートファクトリーという新しい工場への移行が進んでいます。産業用ロボットやセンサーが安くなったことで、大量に同じものを作るのではなく、お客さんの要望に合わせた少量の生産が可能になりました。ある自動車部品メーカーは、デジタルツインというシステムを導入しました。これは、実際の設備と仮想空間を連動させる仕組みです。これにより、効率を最大限に高め、不良品を減らすことに成功しました。これは単なる機械の導入ではなく、データに基づいて判断するという組織全体の考え方を変えるきっかけとなり、新興の電気自動車メーカーとも戦える柔軟さを手に入れました。これらの事例に共通しているのは、組織が慣れ親しんだ古い習慣にどう立ち向かうかということです。有効な方法は3つあります。1つ目は、独立した探索ユニットを作ることです。親会社からお金や評価の面で切り離し、新しい技術に特化したチームを作ります。そうすることで、今の利益を追い求めることと矛盾せず、リスクのある実験に挑戦できます。2つ目は、オープンイノベーションハブを作ることです。大学や研究機関、スタートアップ企業と一緒に研究する場所を作り、外からのアイデアを積極に取り入れます。共同で開発することで、お互いの強みを生かした相乗効果が生まれます。3つ目は、評価の基準を長期にすることです。目先の売上や利益だけでなく、お客さんが一生にわたってどれだけ価値を感じてくれるか、あるいは持続可能かという指標を評価に組み込みます。そうすれば、社員は長い目で見た新しい価値づくりに集中できるようになります。これらの方法は、一つだけでも効果がありますが、組み合わせて使うことで、
外からの脅威に対する回復力を格段に高めることができます。未来の話として、双方向破壊という考え方を具体に見てみましょう。これは、今の技術を磨きつつ、同時にそれを壊すような新しい技術も進め、お互いに情報をやり取りする状態のことです。例えば、新しい軽い合金を作るチームが素材を開発し、同時にマーケティング部門がその素材を使った新製品の案を AI で自動に作り、すぐに市場でテストします。その結果をまた素材の開発チームに伝え、さらに改良する。このようなサイクルが社内に根付くことで、環境の変化にすぐに合わせて価値を変えていくことができます。また、エコシステム思考を深めることも欠かせません。一つの会社で全てをやるのではなく、つながりを持つ全ての会社がネットワークになり、それぞれの専門性を発揮して役割を分担します。例えば、再生可能エネルギーを供給する会社と管理システムを作る IT 企業が連携し、工場全体のエネルギー効率をリアルタイムで最適化する仕組みを作った例があります。ここでは、各社が強みを生かしながら、二酸化炭素を減らすという共通の目標を達成しています。さらに、持続可能性と破壊な革新を融合させることも重要です。資源を循環させるビジネスモデルは、単なるコスト削減ではなく、新しい稼ぎ方を生みます。例えば、使い終わった製品を回収し、部品単位で再利用できるように分解して提供する会社があります。これはお客さんに、使い終わった後も価値が残るという体験を与え、同時に材料費を減らすことにつながります。このような価値の再定義は、価格競争を超えて、環境への価値とお客さんの体験を同時に高める新しい競争の軸になります。最後に、個人が今日からできる行動指針を提案します。まずは、情報の感度を高める習慣を持つことです。業界のニュースだけでなく、違う業種の展示会やハッカソンに参加し、新しい技術の波を肌で感じてください。次に、小さな実験を繰り返すことです。予算や期間を限定した小さなプロジェクトを定期に立ち上げ、失敗から学ぶサイクルを回しましょう。3つ目は、お客さんとの対話を深めることです。アンケートだけでなく、一緒に新しいものを考えるワークショップを開き、隠れたニーズを一緒に見つけ出してください。そして、価値の指標を見直すことです。自分の仕事の評価を短期な売り上げだけでなく、長期な満足度や環境への影響という視点に変えてみてください。これらの実践が、社員一人一人が自ら変化を起こし、価値を作る土壌となり、組織全体の力を底上げします。さて、ここからは、この破壊イノベーションという考え方が、学問としてどのように作られてきたかという歴史な背景についてお話しし、実務への応用をさらに深めていきます。まず、創造破壊の系譜についてです。有名な理論が出る前から、経済学者のジョセフ・シュンペーターは、創造破壊という考え方を提唱していました。これは、技術の革新が古い産業を根底から揺さぶるプロセスのことです。シュンペーターは、産業革命の時の蒸気機関や電気の普及を例に、技術が進歩すれば市場の構造が変わるのは必然だと説きました。この視点が土台となり、後の理論で、今の性能を上げる持続技術と、常識を壊す破壊技術という2つの分け方に具体化されました。初期の事例に見られる破壊のパターンを見てみましょう。一つは、低価格路線から市場を奪うパターンです。1970年代の後半、家庭用ビデオテープレコーダーは高価な高級品でした。そこに、安くて簡単なカセットテープが登場しました。最初は画質などで劣っていましたが、手軽さと安さが若者を中心に広まりました。結果として、高価なビデオ市場は縮小し、カセットテープが主流となりました。これは典型な低価格による破壊です。もう一つは、新しい市場を作ることでお客さんを増やすパターンです。1990年代の初め、インターネットが家庭に広がり始めた頃、動画配信サービスはほとんどありませんでした。映像はテレビかレンタルビデオ店で見るものでした。そこで、
アメリカのスタートアップ企業がストリーミングという方式を開発し、ネットさえあればすぐに映画やドラマが見られる新しい市場を作りました。最初は回線速度が遅い地域でしか使えませんでしたが、高速回線が普及するにつれ、テレビを見るという習慣そのものを根本から変える大きな力となりました。技術が社会に広がる過程を示す技術需要曲線というものがあります。これは、新しいものを受け入れる人を、イノベーター、早期採用者、早期多数派、後期多数派、遅滞者の5つの段階に分けたものです。破壊な技術は、まずイノベーターと早期採用者に広まり、その後、早期多数派にまで波及したときに、市場のシェアが急激に拡大します。この流れを踏まえた戦略として、3つの方法が有効です。まずは、ニッチ市場で足がかりを作ることです。需要は少ないけれど成長の可能性がある狭い領域で実験し、成功例を積み上げます。次に、パートナーシップで規模を広げることです。すでに販売ルートやブランド力を持っている会社と組み、素早く多くのお客さんに届けます。そして、ブルーオーシャンを作ることです。競争が激しい場所ではなく、まだ誰も手をつけていない価値のある領域を見つけ、そこで独自のビジネスモデルを築きます。これらの戦略を組み合わせることで、新しい技術が広まるスピードを爆発に速めることができます。最後に、組織の硬直性を乗り越えるための実践な枠組み、RPV について深掘りします。これは、資源、プロセス、価値観という3つの要素を使って、会社のどこが固まっているかを可視化し、変えるべき点を見つける診断ツールです。具体な使い方はこうです。資源の再配置では、大きな設備への投資を抑え、クラウドのような柔軟な計算資源に切り替えます。これにより、必要な時だけ能力を増やせ、コストを抑えながら柔軟性を高められます。プロセスのモジュール化では、製造ラインの工程を小さな単位に分け、個別に運用します。こうすれば、一部を変更したいときに全体を止めることなく、その部分だけをアップデートできます。価値観の再定義では、利益率だけでなく、環境への負荷を減らすことや、お客さんが一生にわたってもたらしてくれる価値を評価基準に入れます。これにより、社員が長期な視点で提案を行う回数が増えます。このように、RPV を具体な行動に落とし込むことで、組織の中にある変化への抵抗感を体系に取り除くことができるのです。最近、デジタルトランスフォーメーションは、単なるコンピューターシステムの導入ではなく、ビジネスの仕組みそのものを根本から変える取り組みへと進化しています。その中でも、プラットフォームを活用した考え方が、特に注目を集めています。5-1、マルチサイドプラットフォームの成功例をご紹介します。日本の大手物流会社が、倉庫の空き状況やトラックの位置情報をリアルタイムで共有できるシステムを作りました。このシステムは、荷物を運びたい人、トラックを持っている人、倉庫を管理している人、この3者をつなげることで、需要と供給のバランスをうまく取ることができるようになりました。その結果、トラックが空のまま走る無駄な移動が大幅に減り、二酸化炭素の排出量も少なくなりました。環境に優しいだけでなく、コストの削減にもつながったのです。5-2、エッジコンピューティングと AI の協調についてです。ある自動車部品メーカーは、車に取り付けるセンサーを開発しました。このセンサーは、集めたデータをまず車の中で処理し、本当に必要な情報だけをクラウドに送ります。こうすることで、通信の遅れを最小限に抑えながら、AI がリアルタイムで運転の安全性を判断できるようになりました。エッジとクラウドを組み合わせるこの方法は、新しい技術を取り入れる際の障害を低くし、既存の製造ラインとスムーズにつなげる鍵となっています。6、企業が生き残るための手段として、合併や提携が重要です。自社だけでイノベーションを起こすのではなく、外部の力を素早く取り込むことが求められています。ある大手家電メーカーは、スマートホームの分野で先を行く小さな会社を買収しました。音声認識技術と自社の家電を組み合わせ、
半年という短い期間で新しいサービスを市場に出すことができました。これにより、既存の製品の売り上げが落ちるのを防ぎつつ、新しい収入源を確保することができました。また、医療機器メーカーと大学の研究所が協力して、新しいバイオセンサーを開発しました。知財産権を共有し、臨床試験から商品化までのリスクとコストを分散させた結果、規制承認を得るまでの期間を従来の半分に短縮することができました。7. 次世代の破壊な技術として、量子コンピューティングとブロックチェーンが注目されています。これらの技術は、単独で使われるだけでなく、他の分野と組み合わさることで、新たな可能性を生み出すかもしれません。量子コンピューティングを使えば、材料科学の分野で、これまでの試行錯誤では不可能だった高性能な電池材料の発見が加速します。数年先には、エネルギー密度が飛躍に向上し、電気自動車の航続距離が大幅に伸びる可能性があります。そうなれば、ガソリン車の市場に大きな変化が起こるかもしれません。食品業界では、ブロックチェーンを使って、生産から消費までの履歴を不変に記録するプラットフォームが導入されています。これにより、偽装表示や不正取引がすぐに見つかり、消費者の信頼を回復すると同時に、ブランドの価値も高まりました。8. 破壊イノベーションを続けていくためには、組織の文化そのものを変えていく必要があります。失敗を罰するのではなく、失敗から学び、それを社内で共有する仕組みを作ることが大切です。失敗事例を蓄積し、次に生かすのです。また、社内で起業家精神を持った従業員を支援する制度も効果です。一定の予算と裁量権を与え、プロジェクトを立ち上げさせるのです。ある会社では、社内で開発された IoT 対応の農業用センサーが独立した事業として成長し、国内外の農業市場でシェアを広げています。さらに、外部講師による最新技術のセミナーや、社内勉強会を定期に開催し、技術トレンドに対する感度を高めることも重要です。特に、異なる分野のメンバーでチームを作ることで、知識の交換が活発になります。9. まとめと今後の展望です。破壊イノベーションとは、単なる技術の進歩ではなく、組織の仕組みや価値観、市場戦略が互いに影響し合う複雑な現象です。これまでの事例を踏まえ、自社の硬直性を診断し、デジタルトランスフォーメーションとプラットフォームの考え方を融合させることで、企業は持続な競争優位を築くことができます。また、合併や提携といった外部リソースの活用、そして次世代技術の組み合わせによる新たな可能性を見据えた計画を立てることが、将来の脅威に対する強さを高める鍵となります。最後に、日々の業務の中で変化を恐れず、実験と学習を繰り返す姿勢を養うことが、組織全体のイノベーション能力を高め、激しく変化する市場環境を乗り越える最も確実な道です。次回は、破壊イノベーションを実際に実現した企業のロードマップと、失敗から得た教訓を詳しく掘り下げていきます。次回のテーマに備えて、破壊イノベーションを具現化した企業のロードマップを段階に分解し、その成功要因と失敗要因を明らかにします。ここでは、代表な3つの企業を例に取り上げ、共通するプロセスと個別の課題を比較します。1つ目は、新規市場を創出したスタートアップの軌跡です。創業初期には、顧客の満たされていないニーズを徹底に聞き出し、最低限の機能で市場に投入する最小限の製品を作りました。この段階で大切なのは、開発リソースを限定しつつ、ユーザーからのフィードバックを素早く得る仕組みを作ることです。第2フェーズでは、初期顧客が示した価値指標をもとに製品機能を拡張し、同時にビジネスモデルをプラットフォーム型へとシフトさせました。ここで失敗したケースは、成長期に過度な資金調達を行い、組織が急激に大きくなった結果、意思決定が遅くなり、当初の顧客志向が薄れてしまった点です。逆に成功した事例は、資金調達後も小規模なチームを維持し、顧客と直接接点を持ち続けたことで、価値提供の一貫性を保つことができました。
2つ目は、既存の大手メーカーの内部転換プロジェクトです。伝統な製造業がデジタル技術を活用して新しい事業領域に参入する際、まずは既存の資産を再評価すると、組織の感性を取り除くことに焦点を当てました。具体には、製造ラインのデータをリアルタイムで可視化し、予知保全アルゴリズムを導入するパイロット案件を選びました。成功の鍵は、現場のエンジニアとデータサイエンティストが協力して課題を設定し、改善効果を数字で測定した点です。一方、失敗例は、トップダウンで新技術を導入し、現場の抵抗を無視した結果、システムの稼働率が低く、投資回収期間が予想を大幅に超えてしまったことです。教訓として、変革を推進するリーダーは、技術な専門性と組織運営能力を兼ね備えた、ハイブリッド型リーダーシップを発揮する必要があります。3つ目は、サービスプラットフォーム企業のエコシステム構築です。複数のプレイヤーを巻き込むマルチサイドプラットフォームでは、初期段階で価値ネットワークの設計と参加するインセンティブを明確にすることが不可欠です。ある国内最大級のオンラインマーケットは、出店者向けに売上保証制度を導入し、同時に消費者向けにポイント還元プログラムを提供しました。この二重の仕組みにより、需要側と供給側の双方が早期にプラットフォームに依存する環境が形成され、ネットワーク効果が指数関数に拡大しました。失敗したケースは、インセンティブ設計が片側に偏り、片方の参加者が離れてしまった結果、マッチングの精度が低下し、プラットフォーム全体の信頼性が損なわれた点です。対策として、継続なデータ分析に基づく報酬体系の見直しと、ガバナンス体制の透明化が求められます。ロードマップの共通フレームワークは以下の6段階です。1、課題発見と顧客価値仮説の設定。2、最小実装による市場テストとフィードバック取得。3、データ駆動型の機能拡張とビジネスモデル再設計。4、組織体制の柔軟化とリーダーシップのハイブリッド化。5、エコシステム参加者へのインセンティブ最適化。6、スケールアップ時のガバナンスとリスク管理の統合。この6段階のプロセスを踏むことで、破壊イノベーションの実装リスクを体系に低減できると同時に、学習サイクルを高速化できます。次回は、各段階で実際に使用された主な指標と、失敗事例から抽出された警告サインのチェックリストを提示し、読者が自社の現状診断にすぐ活用できるツールキットを提供します。